発想ざっくり解説劇場です。今回は技能実習制度が育成就労制度に切り替わるとですね、主に用語ですね、呼び方などがどう変わっていくのかというお話をやっていきたいと思います。まずは現行の技能実習制度について主な登場人物の関係図を書きながらですね、制度の概要なんかも含めてちょっとお話ししていきたいなと思います。まずはですね、左と右で分けて考えていくんですけれども、左側が実習生の母国ですね。送り出し国なんて言い方をしますが、こちら母国と。で、右側が呼んでくる日本ですよということで、こんな感じで左と右で分けていくので、ちょっと線引いていきますね。よっと。こんな感じで左右分けましょうと。で、左側にですね、技能実習生出てきますけれども、この辺からいきますかね。もともとは研修という制度で始まっていますので、研修生という呼び方をしていたんですが、今は技能実習生ですね。で、実習生を呼んできて受け入れて育てる方々はですね、こちら今は実施者と呼ばれます。実施者ですね。これ技能実習法できるまでは実施機関という名前だったんですけれども、今ですね、実施者ですねになっています。で、この2人のセットですねが基本になっていて、自分の会社に海外の工場とかあってですよね、でそこから人材を呼んできて育てるっていうやり方もなくはないんですけれども、企業単独型と呼ばれるやり方なんですが、それで受け入れている実習生はですね、全体の2% 切っているぐらいということで、98% 以上はですね、この2人だけじゃなくてですよね、間に手伝ってもらう人を挟んでやっていますよということで、右下からいきますけれども、管理団体の人たちですよね、組合の人たちいないとやっぱり、特に知り合いとかいないと呼んでこられないわけですから、この右下にですね、管理団体、組合の方々が出てきますよと。実習生に対するサポートも当然必要になりますし、実習実施者に対する助言ですとか、あとは監査ですね、定期的に来てくれて、できちんとできているかどうか見てくれると。で、実習での母国側ですよね、ここにも人が必要になるんですけれども、やっぱり母国にですね、拠点張って、で、日本で働きたい人とか集めなければいけないわけですよね。で、人を集めてある程度教育をしてから日本に送り出してくるってですね、送り出してくれるっていう人が必要になりますので、左下がですね、送り出し機関ですね。創出と書いて送り出し機関という人たちが実習生の母国側にいますよということで、イメージとしては実習生が母国で送り出し機関に登録をして、で管理団体を通して実習実施者のところに入ってきますよという、こんな感じの流れになっています。そしてこの実習実施者の人たちはですね、実習生を受け入れるためには決まった役職を用意しておいて、で誰が担当するかというのを決めておかないといけないんですね。でそれをちょっとお話ししていきますけれども、この実習実施者の方々に必要な体制として、まずはですね、技能実習責任者という人を決めて、でこの人がですね、何かあったら責任取りますよという体制ですよね。作っておかないといけないと。責任者、最終的な責任者、トップを決めておいてくださいと。でその下に2種類の指導員が必要になるんですね。体系図としては組織図ですかね、こんな感じになって、でまずは技能実習指導員ですね。研修制度の頃は研修指導員という名前でしたけれども、技能実習指導員。実習生に対して技術的なことを教えていかなければいけませんので、実務経験5年以上っていう要件ですね。自分が仕事できないと教えられませんので、実務経験5年以上必要ですよと。でもう一人指導員が必要になりまして、こちらはですね、生活指導員と呼ばれる人たちになります。生活指導。学校の先生みたいですけれども、実習生からしてみると外国での暮らしになるわけですよね。文化の違い、言葉の違いなんかもありますので、それをしっかり教えられる人がいないとやはりトラブルですよね、巻き込まれてしまったりするかなということで、こんな感じでですね、3種類ですね、必ず役職を決めておかなければいけない。で技能実習責任者に関しては
常勤の役職員っていうですね要件なので、会社の役員じゃなくてもいいんですよね。ただ常勤じゃなければいけないというのがありますので、毎日来る人ですかね、選んでください。そして3年に1回技能実習責任者講習というのがありますので、それをしっかり受けてもらわないといけませんよというそんな決まりになっています。で、技能実習指導員と生活指導員に関しては講習受けなくてもいいんですけれども、やはり常勤の役職員ですね。はい、毎日来る人。で、あとはですね、もう一つ、実習生と同じ事業所に所属っていうのがありますので、簡単に言うと、いつも近くにいる人みたいな感じ。毎日来ていて、しかも同じ職場にいる人ですよっていう要件があるわけですよね。で、技能実習責任者は同じ職場っていう要件まではないですと。で、それに対して講習は必須なんですと。で、技能実習指導員、生活指導員は講習は受けなくても担当できるんですけれども、受けるとですね、ポイントがついたりするっていう、有料な実習実施者っていうそういった制度がありますので、ポイントがついたりするような仕組みもあったりします。はい、で、ここまでが現行の制度です。で、これが育成就労制度ですね、切り替わるとどうなるのかということで、育成就労制度は2027年の4月からなりますけれども、育成就労になりますので、技能実習から育成就労用語変わりますので、この技能実習責任者と育成就労じゃなくて技能実習指導員ですね、それぞれこの部分が育成就労に切り替わるというですね、ずばりそのままですね、育成就労責任者、育成就労指導員になりますよと。で、生活指導員はですね、特に変わらないかなと思っていたんですけれども、こちらはですね、一応予定としては生活相談員という名前に変わるそうです。より相談に乗っていくという、支えていくっていうポイントですかね、強調されていくんじゃないかなということですね。はい、で、さらに左側も見ていきますと、まず技能実習生ですよね。当然名前変わりまして、これはですね、育成就労生という呼び方はしなくて、この部分全体が育成就労変わりまして、プラス外国人という言葉がついて、育成就労外国人という呼び方ですね。特定技能の人たちを特定技能外国人と呼ぶのと同じパターンかなということです。で、特定技能の場合は、特定技能外国人と特定技能所属機関なんですが、育成就労はですね、そうなっていなくて、育成就労外国人と、これはですね、育成就労実施者ですね。このパターンになります。育成就労実施者。長くなりますね。育成実施者とかじゃなくて、育成就労実施者に変わると。で、管理団体ですよね。こちらも実は変更予定されてまして、管理団体ではなくて、管理支援機関という名前に変わる予定です。支援機関。長くなりますね。で、送り出し期間は特に変更は予定されてないということで、全体的にですね、ちょっとイメージとしてお話ししておくと、支援とか相談っていう言葉ですよね、追加されていますので、より受け入れた外国の方ですよね、支えていくっていう、そこがですね、強調されていくんじゃないかなと考えています。はい、で、あとはですね、ちょっとお話ししていませんでしたけれども、技能実習指導員、生活指導員ですね、育成就労指導員、生活相談員変わりますけれども、現行制度では法定講習というのは受けなくていいんですね。ただこれが育成就労切り替わると、3年に1回やはり講習を受けていないといけないという要件が追加されますので、育成就労指導員、生活相談員も法定講習3年に1回受けなければいけないというですね、どんなレベルになるのかって、現行のレベルだと、これが6時間で5時間半4時間半とかなんですけれども、同じような感じでやっていくのかなと考えています。はい、ということで今回はですね、技能実習から育成就労に切り替わると用語がどう変わっていくのかなんていう、そんなお話をさせていただきました。ということで、今回の話ですね、参考になったなというのがありましたら、ぜひ高評価ボタンを押していただきまして、またはですね、チャンネル登録なんかもしていただきますと幸いでございます。はい、では今回も最後までご覧くださいまして誠にありがとうございます。